バギットチャンネル。どうもこんにちは。このチャンネルでは配信や動画編集に役立つ情報を発信しています。今後も動画を投稿していきますので、見逃さないようにチャンネル登録をしておいてください。今回はダヴィンチリゾルブの使い方について解説したいと思います。ダヴィンチリゾルブは無料で使える動画編集ソフトの中でもとても優秀な動画編集ソフトだと思います。ただ使いこなすためには覚えることが多いため、動画編集の初心者の方にとっては少し難易度が高く感じるかもしれません。今回の動画ではそんな初心者の方でもダヴィンチリゾルブを使って動画を作れるようになれるよう解説していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。ということで今回の目次はこんな感じです。プロジェクト作成、動画素材のインポート、トラック配置の編集、テキストの配置、最後に動画の書き出しです。こんな感じで進めていきます。まずはプロジェクト作成についてです。ダヴィンチリゾルブではプロジェクトを作ってそのプロジェクト内で動画を作っていくことになります。ダヴィンチリゾルブを起動したら自動的にプロジェクトマネージャーの画面が出ると思います。こちらの新規プロジェクトを選択して名前を付けましょう。これでプロジェクト作成は完了です。起動時以外でもこのプロジェクトマネージャーを呼び出すことができるので、そちらも解説しておきます。メニューバーのファイルから、プロジェクトマネージャーを選択して呼び出すことができます。ちなみにですが、シフトと数字の1を押すことでプロジェクトマネージャーを呼び出すこともできます。こちらは便利なショートカットキーになると思いますので、ぜひ使ってみてください。次は動画素材のインポートです。撮影した動画や BGM などをダヴィンチリゾルブに呼び込ませる必要があります。やり方はとても簡単です。動画のファイルをドラッグ&ドロップするだけでできます。下にあるバーみたいなところに置くことでできます。どっかからファイルを持ってきてドラッグドロップするだけでこんな感じで配置することが可能です。ここで少しテクニックの紹介です。このやり方だけでも動画を作れるんですが、左上にあるこのマスターに先ほどの動画ファイルが追加されていることに気づいたでしょうか。実はダヴィンチリゾルブにインポートしたファイルはこんな感じでマスターに管理されています。で、このままでもいいんですが、ファイルが増えていくととても煩雑になってしまうので、フォルダを作って整理することをお勧めします。作り方は簡単で、ここのところで右クリックをしてもらって、そうすると新規便というのが選べるので、これを選んでください。こんな感じでフォルダが出来上がります。で、ここに、名前を付けてあげて、そうすると、こんな感じで格納することができます。このマスター内をきれいに整理することができるので、ぜひ試してみてください。こんな感じでフォルダ分けをするととてもすっきりします。また動画内で何度も使うようなファイルはこのマスターからドラッグドロップすることも可能になりますので、このマスターからドラッグドロップして使うこともできます。動画編集の時間短縮にもつながりますので、ぜひこの機能を使ってみてください。次はトラック配置と編集についてです。トラック配置は先ほども簡単に説明したんですが、下のバーのところに動画を配置することです。ドラッグドロップで配置をしましょう。次に編集です。動画の中で不要な部分を切る作業について解説します。動画編集で時間が結構かかる作業の一つだと思います。これを効率よくできれば、それだけ動画編集の時間短縮ができるようになりますので、ぜひ覚えていってください。一連の流れは再生、不要な部分を切る、空いた部分を詰めるの繰り返しになります。地味な作業になりますが、ショートカットキーを使うことでわずかですが効率を上げて作業をすることができます。それでは
ショートカットキーの使い方について解説していきます。動画の再生停止はスペースで操作できます。1回スペースを押せば再生されて、もう一度スペースを押せば停止という形になります。次に不要な部分を切るというところです。まずは動画の中で切り取りたいトラックを選択します。次に切りたい部分のスタートにカーソルを合わせます。そのところを決めたらコントロールプラス B をするとこんな形で動画が分かれることになります。次に切り取りたい部分のラストのところにカーソルを合わせていきます。また先ほどと同じようにトラックを選んで同じようにコントロールプラス B を押すとこんな感じで不要な部分だけが抽出されるので、バックスペースかコントロール X で消すことができます。ちなみにデリートでも消すことができるんですが、デリートだと消えた部分を自動で詰めてくれますが、上下のトラックも合わせて詰められてしまうことになるので注意してください。こんな感じでちょっとこの画像が短くなったことがわかるかなと思います。バックスペースやコントロール X とデリートについてはそれぞれ用途に合わせて使ってみてください。次に空いた部分を詰めるについて解説します。バックスペースやコントロール X で消した後、ここの動画の部分が空いてしまいます。ここの部分を詰めるという作業になります。やり方は2種類あって、1つはマウスの操作で詰めるということです。単純に動画トラックを選択してこんな形で詰めるという操作になります。こちらについてもショートカットで操作することが可能です。やり方はここの空いた部分をマウスで一度クリックしていただいて、そうすると薄く白くなると思います。この状態でバックスペースまたはデリートを押してください。バックスペースだとこんな感じ、デリートでもこんな感じになります。この時バックスペースでもデリートでも同じようになるんですけれど、上下のトラックが少し短縮されているのがわかるかなと思います。マウスで操作する場合とバックスペースやデリートを使って操作する場合、こちらについても用途に合わせて使ってみてください。次にテキストの配置です。動画編集にはテキストも非常に重要です。簡単ですがテキスト配置について解説します。左下にあるツールボックスのタイトルからテキストプラスをドラッグドロップしましょう。この配置したテキストを選択して右上のテキストのところに打ち込みたい文字を記載しましょう。あとはフォントやカラーを選択しましょう。なんか適当に選べます。カラーも結構自由に選ぶことが可能です。グラデーションや縁取りなどその他の機能については別の動画で紹介したいと思います。今回は基本的なところについて紹介をさせてください。次に設定を選んでズームで大きさを変更しましょう。こちらのズームをクリックしながら右や下に操作するとこのように大きさを変えることが可能です。あとは位置の調整をします。こちらの位置 X と Y を同じように選んで右や左、 Y 軸を選んで上下、こんな感じで動かすことができます。こんな形で配置を操作して好きなところに動かせば完了です。最後に動画を作り終えたら動画の書き出しを行います。下にあるこの一番右のデリバーというところをクリックしてください。そうすると
こんな画面になって、左上のところにすでにいろんなフォーマットで設定できるように用意されています。例えば YouTube 用の動画であればこちらを選んで設定するのもいいと思います。今回は僕がいつも使っているカスタムで説明をしようと思います。このやり方であれば画質よく動画を出力できると思いますのでおすすめです。まずは動画の保存先とファイル名を決めていきます。ブラウズを選択して保存先とファイル名を記載しましょう。ちょっと適当ですがこんな感じで保存をします。次にフォーマットは MP4 がおすすめです。コーデックは H264、エンコーダーはそのままでいいです。解像度は 1920×1080 がいいと思います。フレームレートは何でもいいですが30ぐらいでいいと思います。品質についてはこちらは最高でやると画質よく出力することができます。プロファイルもハイでいいです。これで設定は十分だと思います。それではこの下にあるレンダー Q に追加を選択してください。するとこんな形で右のレンダー Q というところに出力されます。準備ができたらこの下のすべてレンダーというのを選択しましょう。すると動画の書き出しが始まります。はい、これで書き出し完了です。これで一連の操作は終了となります。ちなみにですが先ほど設定したこの保存先のところに動画が出力されていることを確認してください。ちなみにですがこんな感じで出力されております。以上がダヴィンチリゾルブの動画編集についての解説でした。少しでも参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。もしわからないところや他にも知りたいことがありましたらコメント欄で教えてください。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。